こんにちは、ぴょんです。商船三井さんのフェリー、サンフラワー富良野に乗船しました。車も一緒に乗せることができます。茨城県の大洗港から北海道の苫小牧港まで片道17時間45分の船旅です。茨城県の大洗港フェリーターミナルで乗船手続きを行います。グループ全員揃ってからまずは検温。熱がないことを確認してから乗船手続きの窓口に。車も乗せる場合は車検証を忘れずに持参してください。旅客定員は590名、車両搭載数は大型トラック154台、乗用車146台。全長約200メートルの7階建てフェリーです。車の運転手とそれ以外の人は別々に乗船となります。船の中に車を止めた後は、車に荷物を取りに帰ることなどはできません。運転手以外の人は徒歩でボーディングブリッジから乗船します。船は19時45分の出港で、乗船手続きの開始は15時30分、搭乗の開始は徒歩が18時、車が18時30分でした。予約の受付は乗船日2ヶ月前の同日朝9時に開始されます。今回はたった1室のみの最上級客室スイートルームを予約することができました。わずかしかない船室の予約は結構大変でして、特に土日祝日などは争奪戦になります。ちなみに小笠原丸の時は1時間20分頑張り続けてやっと予約が取れました。今回は小笠原丸ほどではありませんでしたが、たった1部屋のみなので予約段階で努力する必要があります。他の乗客の方を移してしまわないように1時間半前から並んで1番に入ることにしました。大変長らくお待たせいたしました。ついに乗船開始です。階段を上がった先がボーディングブリッジで、ボーディングブリッジを渡ると船の中にはエスカレーターが。これを上がって5階に入ります。旅行客が滞在するのは5階から7階の3フロアです。ちなみに実際の搭乗時にはたくさんの船のスタッフの方々がお出迎え、それぞれの乗客の船室に合わせてアテンドしてくださいました。5階のロビーは吹き抜けになっていて、大きな窓のある明るい空間になっています。反対側には売店があり、様々なものが販売されています。スイートルームは7階のため、5階から7階へと登れるエレベーターへとスタッフの方にご案内していただきました。船の中には椅子とテーブルが置いてある場所が多くありましたので、個室を予約していない場合でも閉塞感はないと思います。エレベーターで移動するなんて大きな船ですね。7階に着きました。パブリックスペースはまた後ほどご紹介いたします。早速スイートルームの客室へ行ってみましょう。お部屋はオートロックになっていて、カードキーで入室します。料金は最後に発表いたしますので、いくらか予想しながらご覧くださいませ。玄関を入って左側にはクローゼット、バスタオルとアメニティが用意されていました。袋の中にはロゴ入りのフェイスタオルとお泊まりセット。クローゼットのスペースはとても広いので、大きいスーツケースなど荷物が多くても大丈夫です。クローゼットの向かい側には姿見がかかっています。まず贅沢なリビングルームのお披露目です。ベージュと茶色を基調とした
落ち着いた雰囲気のインテリアです。電気ケトルが用意されていて、紅茶、コーヒー、お煎茶、梅昆布茶をお部屋で飲めます。スイートルームは冷蔵庫の中にドリンクが入っており、札幌クラシック、緑茶、ミネラルウォーターが無料です。長いソファーはベッドにすることができ、最大3名まで宿泊可能です。とにかくスペースにゆとりがあり、移動の時間でありながらホテルに滞在しているような充実した時間を過ごすことができました。書斎スペースには雑誌が置いてあったり、鏡があるので朝ここで座りながらお化粧をしたりなどもできます。洗面所にはコンセントがないので、ドライヤーはこちらで。奥にあるのはプラネタリウムです。スマホ除菌ボックスもありました。窓側にもテーブルと椅子が。そして専用のバルコニーがあるのです。出発時は雨でしたが、翌日は晴れました。バルコニーの椅子とテーブルは夏の時期のみ設置されています。そしてテレビは驚くことにリビング側と寝室側それぞれに裏表2台ついています。ベッドはシングルサイズが2台。交通機関の中でベッドで寝れるなんて贅沢でありがたいことだなと思います。約18時間船に乗っているわけですので、ベッドで休めるか休めないかでは体の負担が全然違いますよね。そしてこのお部屋には素晴らしいバスルームがあります。明るくとても綺麗です。洗面台も広いです。アメニティはフランス発祥のオーガニックコスメブランドメルビータのポーチ付きです。シャンプー、コンディショナー、シャワージェル、ボディミルク、石鹸の5つが入っていました。トイレは TOTO の新しく綺麗なタイプ。ウォシュレットがついています。トイレクリーナーと入浴剤も置いてあり、細かい配慮が嬉しいです。そして高級感のあるバスタブ。このお風呂場の豪華さには驚きました。シャワーはハンドシャワーとレインシャワーの2種類ついています。レインシャワーがあると両手を使って頭を流せますね。37.9 平米のお部屋に 15.8 平米の専用バルコニー。とても素敵で感激しました。それでは船の中を探検しに行きましょう。5階にはインフォメーションがあります。お箸やウェットティッシュなど無料で配布されているものやレンタル用品もあります。インフォメーションのすぐお隣には売店があります。サンフラワーでしか手に入らないオリジナルグッズやお菓子や軽食、おつまみなどの食料品、北海道、茨城のお土産も揃っています。旅行中船内で必要な日用品も様々な品揃えで、中でも下着やコンタクトのケースと洗浄液は忘れた方にとっては助かるだろうなと思いました。おむつやおもちゃも売っていたので、お子様連れにも優しいですね。お酒は日本酒、焼酎、ワイン、ビール、酎ハイなど種類も豊富です。電子マネーやクレジットカードが利用できるのがとても嬉しいポイントです。ショップのハス向かいにはキッズルームがありますが、現在はコロナ対策で閉鎖されています。キッズルームを通り過ぎ、奥へ進むとランドリーコーナーがあります。洗濯は1回300円、乾燥は30分100円で、洗剤は自動投入です。ランドリーコーナーの奥には大浴場があります。船の中に大浴場があるなんて驚きです。
すごく清潔で明るい空間。ロッカーも完備です。洗い場はすべて合計すると14箇所。リンスインシャンプーとボディシャンプーも備え付けられています。展望浴場という名前の通り、海の上で絶景を眺めながら入ることができて最高です。しかも奥にはサウナまであります。水風呂はないので、代わりにシャワーを冷水にして整えました。脱衣所にはドライヤーと冷たいお水のサーバーが設置されています。ベビーベッドと体重計もありました。男性のお風呂もほとんど全く同じ形です。お風呂上がりの一杯にお酒やソフトドリンク、アイスクリームや牛乳の自動販売機もあります。マッサージ機やワンちゃん用のバギーも置いてありました。後から知りましたが、この奥にドッグランとベッドルームがあったようです。無料のコインロッカーと200円の冷蔵ロッカーがあり安心。お化粧室もとても広く機能的で、座ってゆっくり支度ができるような場所が設けられていたり、着替えのできるスペースもあります。5階から7階の各階に喫煙コーナーもあります。6階の喫煙所はオーシャンビューでした。2層吹き抜けの展望ラウンジは窓が大きく開放的です。プロムナードと名付けられています。こちらの階段で5階から6階に上がっていきましょう。船の中とは思えない素晴らしい構造です。大海原を進んでいく船からの景色は圧巻。5階6階どちらも椅子とテーブルが置いてあり、持ち込んだり売店で買ったものをこちらで召し上がっている方が多かったです。6階の奥にはゲームコーナーがあります。長い船旅でも楽しく過ごせる場所がたくさんですね。6階の一番端にあるゲームコーナーから逆側の一番端へ行くと、お菓子とドリンクの自動販売機の前に憩いのスペースと、そしてレストランがあります。夜と朝はビュッフェスタイルで、お昼は軽食をいただけます。夕食ビュッフェは2000円、朝食ビュッフェは1200円、2食セットは2600円で600円お得です。券売機で食券を購入します。テイクアウトできるサイドメニューやアルコールメニューもありました。営業時間は海峡によって若干違うかもしれません。スイートルームの乗客のみ、窓側の特等席が確保されています。スイートルーム以外は先着順の自由席です。それではビュッフェボードに何があるのか少しご紹介してまいりますね。本日のお刺身コーナー、トマトモッツァレラやローストビーフ、チーズとデザート、サラダコーナー、ハンバーグの食べ比べ。お子様は大喜びでしょうね。と言いながらちゃっかり全種類取るぴょんです。いろいろな種類の食べ物がありました。私が取ってきたものをご紹介いたします。先ほどもお見せしたお刺身やトマトモッツァレラにローストビーフ、このメロンのロールケーキがお気に入りになりました。ソフトクリームも忘れていません。あとこのマスカルポーネチーズは何度もおかわりしました。お部屋に戻って密かに楽しみにしていたプラネタリウムのお時間です。早めにおやすみなさい。おはようございます。
夜が明けてお天気が晴れました。朝5時半前の船上からの景色です。船旅を楽しむコツは、とにかく酔い止め薬を飲んで夜は早く寝ること。早起きした朝の爽やかさは最高ですよね。せっかくですので、朝一番の7時半から朝ごはんをいただきます。昨晩はたくさん食べましたが、時間帯も早かったため、意外と朝からお腹が空いています。和食中心のメニューが嬉しいです。ひじき煮が好きなので、こればかり食べていました。パン類、ヨーグルト、フルーツなどもありました。朝も窓側のお席をご用意していただいています。今日の朝ごはんはこんな感じです。和食が嬉しいと言っておきながらだいぶ洋寄りです。窓側のサービスが嬉しいですね。ルームサービスかレストランか場所の希望を聞かれ、お昼ご飯はルームサービスにしていただきました。私は普段そんなにイクラが好きではないのですが、これは美味しくてびっくりしました。お天気が良かったのでテラスでいただきました。食後のコーヒーも最高に気持ちが良かったです。13時15分頃、北海道苫小牧港へ入港しました。トラックのドライバーさんの次に、一般客が船室の階層順で7階から下船できます。スイートルームは駐車場でも優先していただけて、エレベーター前の一番いい位置に止めさせていただけました。飛行機ですと国際線のファーストクラスは長距離便12時間ほどで1人200万円以上しますが、フェリーでは18時間、あんなに広いお部屋で快適に、そして車も乗せて移動できて、価格面でも私は満足しています。それでは料金の発表に参ります。大人2名でスイートルーム1部屋を利用。車はサイズによって2種類に料金が分かれるうちの高い方。お食事は3食付きです。日にちは閑散期と繁忙期で5段階に料金が分かれているちょうど真ん中でした。情報をまとめますね。お部屋はスイートルーム、人数は大人2人。車の大きさは大きい高い方。食事は3食付き。日程は繁忙期と閑散期の真ん中の価格帯。さて、合計でおいくらでしょうか。正解は13万2820円でした。内訳はこんな感じです。もしこの動画がご参考になりましたら、高評価や SNS などでご紹介していただけると嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。